こんにちは。未来創造チャンネルへようこそ。皆さん、現在は第5次産業革命が起こりつつあるということをご存知ですか？今回は、その第5次産業革命の立役者であるバイオテクノロジーの最前線がどうなっているか、今後の展望はについて詳しくお伝えしたいと思います。はじめに、バイオテクノロジーは私たちの生活の様々な場面で活用されています。しかし、従来のバイオテクノロジーの開発には時間とコストがかかりすぎていました。そんな中、神戸大学バイオ生産工学研究室では、バイオテクノロジーと AI、ロボティクスを融合させた技術の研究に取り組んでいます。その結果、バイオテクノロジーの開発を大幅に短縮することに成功したのです。時間は10分の1に短縮です。つまり、開発速度は10倍になっています。そうですね。サムネイルの〇〇に入るのは10でした。皆様、正解でしたか？私はその事実に驚愕し、今回詳しく調べました。その結果、日本の未来は明るいと感じましたので、その理由を詳しく解説したいと思うようになりました。そして、今回のコンテンツを作成しました。皆さん、最後まで視聴いただければ、日本の未来がどうして明るいかを十分に理解していただけると思いますので、よろしくお願いいたします。内容、1従来の実験手法と神戸大学バイオ生産工学研究室の実験手法の比較。1どちらも DPTL サイクルを実施しています。デザイン、設計、実験計画、ビルド、構築、実験を実施する、テスト、評価、実験データを整理して評価する、ラーン、学習、評価の結果を分析し、次回の研究に生かす。2、従来、とにかく人手で実験を繰り返し、時間をかけて結果を得ていた。実験の計画を立てる。人間の思考、参考となる資料の整理には、1週間から1ヶ月、あるいはそれ以上かかる。現状の状況を各種論文から参考にし、また自分の今までの実験結果を整理して、実験計画法などを用いて、今後の実験計画を立てる。実験計画により実験。人手による実験する数に比例して時間がかかる。一つの実験に30分かかるとして、100個の実験だと3000分。つまり50時間で1日8時間として約1週間かかる。実験データの整理、人手による整理。この段階ではコンピューターを利用することもできるが、データ入力は人手で行い、入力ミスの発生も考えられる。実験の総括、人手、結果が得られれば良いが、得られなければ1に戻ってループを進める。3、今回手法、バイオテクノロジーデータ、プラス AI プラスロボティクス、ロボットとセンサーを使用し実験実施やデータ採取をする。実験計画を立てる。人間の思考から AI を駆使して作成。時間ほぼ瞬時。実験計画により実験。ロボティクスで実験実施とデータ採取。24時間稼働可能で、同時並列実施してもデータの取り間違いなし。実験データの整理。AI により整理。プログラムを最適化したら、実験途中で実験の追加等が深夜でも自動実施対応。実験の総括。AI で実施し、途中。最後に人手で確認する。実験途中で変更を入れているので、大抵はここで結果入手。4手法比較まとめ。以上の説明で、開発速度が10倍になったことが真実で、ノウハウを積めば、もっと速度アップの可能性があることを理解できるでしょう。この効果は、従来一般的なバイオテクノロジーの発展は20年くらいかかっていたのが、最新手法により2年くらいに短縮されているという実感です。身近なところで言えば、今回の新型コロナワクチンの開発が同様な手法で開発され、期間短縮された成果です。2研究室のこれまでの成果。1バイオプラスチックの製造技術の開発。バイオプラスチックは植物や微生物由来の原料から作られるプラスチックで、石油由来のプラスチックに比べて環境負荷が低いとされています。神戸大学バイオ生産工学研究室では、バイオプラスチックの原料となるセルロースやバイオマスから、高品質なバイオプラスチックを効率的に生産する方法の開発に取り組んでいます。セルロースから高品質なバイオエタノールの生産技術の開発、バイオマスから高強度高耐熱性のバイオプラスチックの生産技術の開発、バイオプラスチックのリサイクル技術の開発、
この関係での身近な成果としては、株式会社カネカのカネカ生分解性プラスチックがあります。これは植物油を原料とした生分解性プラスチックで土や海に捨てられたとしても分解し、海洋マイクロプラスチックにはなりません。スターバックスでのプラスチックスプーンやフォーク、ファミマのスプーン、セブンイレブンのストロー、伊藤園紙パックのストローなどにも使われています。環境対策で紙ストローが提供されているところが多いですが、やはりストローはプラスチック製でないと使い勝手が悪いですよね。ちょっと話が脱線したので元に戻して、次はバイオ燃料。バイオ燃料の製造技術の開発。バイオ燃料は植物や微生物由来の原料から作られる燃料で、化石燃料に比べて環境負荷が低いとされています。神戸大学バイオ生産工学研究室では、バイオ燃料の原料となるセルロースやバイオマスから効率的にバイオ燃料を生産する方法の開発に取り組んでいます。セルロースからバイオエタノールの生産技術の開発、バイオマスからバイオディーゼルの生産技術の開発、バイオ燃料の安定化技術の開発。この関係での身近な成果としては、株式会社カネカによる植物由来バイオエタノールエコバイオエタノールがあります。これは、トウモロコシやサトウキビなどの植物から作られるバイオエタノールで、従来のパラフィン系バイオエタノールよりも燃焼効率が良く、排出ガスの環境負荷も低減されます。現在、日本全国のガソリンスタンド、約7000カ所で販売されています。3医薬品食品。医薬品や食品は私たちの生活に欠かせないものです。神戸大学バイオ生産工学研究室では、植物や微生物由来の原料から、医薬品や食品の原料となる物質を生産する方法の開発に取り組んでいます。植物から機能性食品成分の生産技術の開発、微生物から医薬品原料の生産技術の開発、微生物から抗菌剤の生産技術の開発。3、研究室の今後の展望。近藤昭彦教授兼副学長は、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。バイオ生産プロセスの効率化、バイオ生産技術をスケールアップ、バイオ生産技術の国際展開を図っています。以上をより迅速、かつ効率的に進めるために、大学発のベンチャー、スタートアップ企業を設立しています。1シンプロジェン DNA 合成、DNA 受託合成サービスは、独自の技術で難度の高い DNA 合成にも対応可能。また大規模かつ多様な DNA ライブラリーから設計、構築対応。遺伝子治療バイオファウンドリサービスは画期的な遺伝子治療用製品の早期臨床試験配備、早期実用化に貢献対応。資本金32億円。2、バイオパレット。ゲノム編集。マイクロバイオーム治療用のゲノム編集によって育種改変した細菌を提供。DNA を切断しない新しいゲノム編集。つまり、塩基の変換を誘導する酵素塩基変換酵素により点変異を導入する技術。なぜ DNA を切断しない編集にこだわっているかというと、この方法の方が突然変異的な異常の発生が少ないからです。最先端を行くけれども、安全も最優先という姿勢です。資本金15億円。3、バッカスバイオイノベーション。統合型バイオファウンドリ受託型事業。DBTL、バイオファウンドリ事業。超高速微生物育種。DBTL 基盤要素技術活用事業。自社プロダクト開発事業。スケールアッププロセス開発事業。3まとめ。神戸大学バイオ生産工学研究室、近藤昭彦教授は、日本のバイオテクノロジーの最先端を走っているだけでなく、日本の全体的に遅れているベンチャー企業スタートアップ企業の設立を進めています。研究者でありかつ起業家というマルチパフォーマンスの人材が頑張っていて、成果が出ているし、これからも成果が出続けていてほしいです。この状況を手本として、多くの日本人が研究に、スタートアップ企業の設立等に関わり、成功していくことを望みます。バイオテクノロジーが第5次産業革命を起こすと言われていて、米中で大規模投資の実施がされています。日本も官民挙げて2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現というバイオ戦略を策定し、研究分野では神戸大学バイオ生産工学研究室も中心になって進めています。最後までご視聴ありがとうございました。でも、視聴だけで終わらせないでください。このバイオ戦略は、
あなたの支援、協力がないと進みません。そうです。人事ではありません。あなたも主人公です。4、最後に、当チャンネルは、より良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。日本は常にウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るくなります。なお、本チャンネルのコンテンツは物事を多角的に分析しできるだけわかりやすくまとめています。お時間の許す限り、他のコンテンツもご視聴ください。登録していただければ好きな時間に確認できますので、ぜひ登録ください。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたら、コメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、高評価をお願いします。また、登録いただければ、次回のコンテンツもすぐに視聴できます。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。